迷わないで行けるかな。月形刑務所がある町だよ。行系の地。北海道道の駅スタンプラリーの谷。ここは三笠市の道の駅三笠アンモナイトの化石。北海道道の駅登録第1号の場所。我々は展示されていた石炭にかじりつき腹痛を患いながら次の場所へと向かうのであった。その時歴史が動いた。本日は。やめてやめて、嘘言わないで。かじってないし歴史も動かしてないから。ああそうか。それで8020カロリーの石炭の味はどうだったの？そろそろ来るよ。申し訳ありませんでした。ということで次の道の駅に向かってね。次はどこに行けばいいの？三笠市の隣の町月形町にある道の駅27の月形だよ。275。そばを通る国道275号線から取った数字だね。なるほどね。どこにあるか分かりやすくていいね。まあ道の駅自体は少し入った場所にあるけどね。迷わないで行けるかな。そこは大丈夫だよ。案内するからね。信じましょう。そしてすぐ裏切ります。ひどい。どうして？嘘嘘、冗談だよ。なんだ冗談か。道路遅くなっちゃった。この道路は国道12号だね。大部分はすでに4車線化していて、この辺りも工事の予定着工中みたいだよ。完成すれば快適になるね。ふふふ、そうだね。次の信号で左折してね。ほい。いや平和だね。やっぱり自然に囲まれたこういう場所を走るのはいいもんだよ。それはよかったね。この調子でしばらく続くよ。オッケー。次の町は月形町だっけ？どんな町なの？札幌市からおよそ1時間半程度の距離で月形刑務所がある町だよ。私を無しょっくりにするってこと？その手もあったね。これは墓穴を掘ったのかな？冗談だよ。というか町について聞いたのに一言目に刑務所があるって、それを町のアピールにするのはどうなの？まあいろいろとあるのだけれども、行系の地として歩んできたことが大きいかな。行系の地。トンデン兵による開拓が始まったおよそ6年後、1881年にカバト修士館という囚人の収容施設が作られて、形を変え時代の波により廃止となり、そして再び設けられ現在の月形刑務所になったよ。とすれば長いこと月形にあるから町を表すシンボルになったということ？だいたいそんな感じかな。地域の作業場で受刑者な特産品を作ったりしていて、町としても助かっているのだとか。労働力になっていると意外と前向きなんだね。その他にも町の人口が増えるとか。刑務所の職員さんとかか。あと受刑者もね。受刑者も町民として数えられるの？そうみたい。それは知らなかった。この交差点で右折して国道275号に入るよ。了解。いつの間にか町じゃん。ここが月形町だよ。あれもう月形町？じゃあもう道の駅に着くの？もう少しだよ。早いな。道路伸ばしてよ。何言ってるの。ここが最後の信号だよ。右折してね。オッケー。確かに道の駅が道路沿いにない。さっき一瞬標識が見えたから分かったけど、これはちょっと分かりづらいかも。道の駅の元となった施設がすでにその場所にあったみたいだからね。この左側にあるのが275月形だよ。到着。あの三角屋根の建物が道の駅かな？そうだよ。月形温泉ゆりかご、2024年に道の駅として登録された新しい場所だよ。登録1号の三笠から来ると感動ものだね。これが世代交代ってやつか。勝手に交代させないでよ。
27も月形は天然温泉に宿泊施設、レストランのほか特産品や野菜などの直売所があるよ。その特産品ってさっき言ってた刑務所が関連してるのもあるの？お、よく気がついたね。月形刑務所の作業製品である木皿などがあるみたいだよ。ふふふ、さすが私だよ。月形町の特産物として月形産の完熟トマトを使用したトマトジュース、月形まん丸トマト、町の特産品であるメロンやスイカ、かぼちゃを使った月形アイスなんかもあるみたいだね。まん丸トマト、かわいいネーミングだね。そしてレストランではカバと習字館にちなんだ鉄眼カレー、黒いコロッケで鉄眼を、そして黒いオニオンリングで足かせを再現したカレーだよ。ねえ、鉄眼って何？問題を起こした囚人の足につける鉄の玉だよ。脱走防止的な重たそうなやつでしょ？そうだよ。カレーで再現しちゃったの？面白いよね。どちらかというとユニークかな。あと近隣の快楽公園では夏はバーベキュー、冬はワカサギ釣りもできるみたいだよ。ワカサギ、新篠津村でも釣られてたよね。いろんなところにいるんだね、ワカサギ。見つかり次第釣られるワカサギさんに涙を禁じえないよ。ということで27の月形でした。